望む未来を自由自在に作り出す3次元と5次元のルール。すべてはエネルギーなんです。冷蔵庫に入れると物が冷えます。テレビのリモコンのボタンを押せばチャンネルが変わります。冷蔵庫の中の冷気やリモコンの赤外線は目に見えませんが、目に見える世界を変えてくれます。このように日常の様々な場面からも目には見えないけれど現実を動かすものが存在していることはわかるでしょう。私のエネルギー論では目に見える世界を3次元、目に見えない世界を5次元と呼びます。そして3次元と5次元の世界はこの瞬間に必ず同時に存在し、その相関関係によって現実世界がクリエーションされています。私たちは気づいていないだけで、この世界は目に見える世界と見えない世界の組み合わせで体験するようになっているのです。望む未来を自由自在に作り出す3次元と5次元のルール。望まない現実から抜け出せない理由。ほとんどの人がハッピーになりたいと思って生きています。それなのになぜなかなか願いが叶わないのかというと、目の前で起こることにとらわれてしまってそこから抜け出せないからです。私も数年前まではお金がない、子供が言うことを聞かない、人間関係はトラブルばかりと思って生きていました。実際お金がなかったし、子供は言うことを聞かなかったし、人間関係でトラブルばかりだったので、目の前で起こる出来事を何とかしなければというところにばかりフォーカスがいっていました。けれどエネルギーの世界では目の前で起きていることはすでに過去の産物だと理解したとき、私は過去の産物をどうにかしようとしていたことに気づきました。過去の産物なのになぜ目の前の現実にとらわれてしまうのかというと、3次元と5次元のルールに気づいていないからです。そのルールとは、5次元の世界には抵抗がなく、3次元の世界には抵抗があるということ。抵抗というのは流れに対して歯向かうことです。そもそも叶えたいと思うこと自体が抵抗です。なぜなら叶えるとは叶わない現実があると思っているからですよね。叶う世界を作るには叶わない世界を作らないといけないわけです。一方、5次元の世界は叶わないことがないので、叶えるという概念がありません。今叶っている私も、今叶っていない私もただ存在しているだけで、宇宙からするとどちらであっても常に叶っているわけです。つまり3次元の地球という星はそもそも抵抗がある世界なのです。そしてこの抵抗のある世界では、まず目に見えない5次元の世界が先に動き、タイムラグを経て物質化され3次元という現実が現れます。ですので、悲しい出来事が起こっている中でいいエネルギーを放ったとしても、目の前の現実をすぐ変えることはできません。私たちは抵抗のある世界で叶えるタイムラグを楽しむために地球に生まれてきたのです。目の前で起こることが苦しいとそう思えないのは当然ですが、それは昔放った自分のエネルギーがタイムラグを通じて目の前に現れているだけのこと。今の現実は昔放ったエネルギーによってできた過去の産物であるということをしっかり頭に入れておきましょう。地球上ではこのルールが働いているということが腑に落ちると、目の前の世界にとらわれる無意味さがわかると思います。私たちは子供の頃から学校を通して教育を受けてきましたが、それらの大半が3次元のルールです。つまり3次元のルールしか知らずに生きているのが現状です。しかしこの世界は3次元、目に見える世界のルールと5次元、目に見えない世界のルールの両方があって、その2つのルールの掛け算で現実世界が作られています。かつての私は目に見えるものが全てだと思っていたため、現実を変えるのに必死でしたが、どんなに頑張っても現実が好転することはありませんでした。しかし、目に見えない世界、エネルギーの世界と出会い、怪しいと思いつつも苦しい現実が楽になるならばと、
目に見えない世界のルールを取り入れ、練習を積み重ねていきました。その結果、驚くほど人生が好転していったのです。もし今の現実が苦しくて何とかしたいと思っている人がいるならば、ぜひ一度エネルギー論についての理解を深め、日常でチャレンジしてみてください。まずは学校で習うことのない5次元のルールについて触れていただき、3次元と5次元がどのように影響し合っているのかを、この本で学んでいただけたら嬉しいです。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、望む未来を自由自在に作り出す3次元と5次元のルールという本をご紹介します。僕たちの周りに見えないものがたくさんあるのはなんとなくわかりますよね。スマホだって電子レンジだって目には見えないけど何らかのエネルギーが作用して使えているはずなんです。でもそれだけではないのです。実は僕たち自身もエネルギーを放っているというのです。そしてそのエネルギーを上手に使いこなすことで望む未来を叶えることができるんですって。今日あなたもエネルギーの使い手になりませんか？著者はライフスタイルアーティストの吉良久美子さん。目に見えない世界が現実世界に影響を及ぼしていることに気づき、宇宙の法則や潜在意識などの実験・検証を重ね、独自のエネルギー論を確立された吉良さん。以前本チャンネルでもエネルギー論、マネーエネルギー論という本をご紹介させていただいており、どちらもとっても素敵な本でしたよね。そんな彼女がこれまでの本で書ききれなかったエネルギー論のさらに深掘りした情報、この世界でエネルギーの使い手になるための秘密を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。今自分が放つエネルギーで未来は変えられる。3次元ではいいことも悪いことも悲しいことも苦しいことも嬉しいことも楽しいこともいろいろ起こりますね。そして私たちは目の前にある現実を見て感じたエネルギーを放っています。大抵の場合、嫌なことがあったらネガティブなエネルギーを、いいことがあったらポジティブなエネルギーを放ちますが、目の前で起きていることが過去の産物なので、今この瞬間に放つエネルギーと目の前で起こっている出来事には実は何の関係もありません。今この瞬間のエネルギーが作り出すのは未来の現実であって、今の現実ではないのです。つまり今どんなエネルギーを放つかで未来は変わるということ。今は過去の産物で、未来は今の産物。ここを忘れないでください。現実世界に圧倒的な影響を及ぼす5次元。3次元と5次元を別の視点からお伝えしてみます。顕在意識と潜在意識という言葉を聞いたことはありますか？顕在意識とは自覚している意識のことで、潜在意識とは自覚していない意識、別名無意識。その割合は、顕在意識、目に見える世界の意識は3から 5%、潜在意識、目に見えない世界の意識は95から 97% とも言われています。潜在意識の方が圧倒的な影響を及ぼしているわけですから、5次元をいい状態に保つことで現実が変わることがわかりますね。目に見える世界の状態が悪いときは、目に見えない世界を変えなければ変わりません。しかし大抵の人は、目に見える世界に意識が持っていかれるので、5次元の状態が悪いまま3次元を何とかしようとしてしまうのです。エネルギーを使いこなして望む現実を作り出すには、圧倒的に現実世界に影響を及ぼしている5次元を変えなければいけません。
もちろん3次元で起きていることはなかったことにはなりませんから、現状を見ることも大事ですが、そこに飲み込まれるのではなく、現実は目に見えない世界の影響が圧倒的に大きいということに気づけるかどうかが現実を変える鍵になります。望まない世界を望む世界に変えたいなら、目に見えない世界を整えるということ。ここを外して望む世界にはいけません。目の前で起こっていることは全部気のせい。今ここが大切だよとよく言われますが、実は2つの今があります。それは3次元で体験している今と5次元で放つ今。そしてどちらにフォーカスを当てるかがとても大事になってきます。からくりをお伝えすると、私たちは3次元で体験している今を今と思わされているのですが、3次元で体験している今に意識を持っていかれると、望む現実は作れません。フォーカスすべきは5次元で放つ今の方。今目の前で何が起こっていても5次元で放つエネルギーを変えていく。つまり5次元で放つ今を変えていくことで、未来体験する今が望む世界に変換されていくという仕組みになっているのです。私は全部気のせいという話をよくしますが、それは起きていることは過去に自分が放ったエネルギーで作られたものだからです。目の前で起こることは今作られたものではないので、これから変えていくことができるのです。例えば、誰かに何かを言われてムカついたとしても、実際はあなたを思って言ってくれているのかもしれないし、気づいていないだけであなたに落ち度があって当たり前に起こっているのかもしれないなど、いろいろな可能性があるわけです。相手に嫌なことを言われてムカつくというストーリーは本当に真実なのかわかりませんし、たとえ真実だとしても、そのストーリーを採用して自分の人生は楽しいのだろうかということを自分に問いかけてみてほしいのです。今あなたがムカつくのはムカつくストーリーを採用しているからで、実は全く異なるストーリーも存在しています。そして今あなたが放ったエネルギー通りにストーリーは進んでいくのです。私もずっとお金がない自分、いじめられる自分に苦しんできました。それはお金がない、いじめられると思って生きていたので、お金がないエネルギー、いじめられるエネルギーを放ち続けていたわけです。でもエネルギーのことを学ぶうちに、今自分が嫌なエネルギーを放っているから未来も嫌な現実を作っていると理解し、嫌なエネルギーを放つことをやめることができたのです。今何を体験していたとしても、そこに引っ張られずに未来に何を体験したいかにフォーカスする。これはとても大きなポイントであり、エネルギー論の基本中の基本。この3次元で起きていることは全部気のせいだと分かれば、いくらでも望む未来を作ることは可能です。現実になるまでのタイムラグはどれくらい？3次元の地球という星にはタイムラグがあるという話をしましたが、タイムラグの期間が短いか長いかは放つエネルギーの強さによって変わります。エネルギーが強い人、自分自身と一致している人ほどタイムラグは短く、エネルギーが弱い人、自分自身と一致してない人ほどタイムラグは長くなるでしょう。エネルギーを使いこなせるようになっていくとタイムラグが短くなってくるので、どんどん望んだことの現実化のスピードが速くなっていきます。私はエネルギーの仕組みが分かって以来、もう私が望まないエネルギーは放たないと決めました。そして今この瞬間、この現実をどれだけ面白がれるかにいつもチャレンジしている感じです。望む現実を早くたくさん巻き起こしたいのであれば、望むエネルギーをどれだけ長い時間放っていられるかが大事になってきます。気持ちが重くなるのは宇宙の流れに抵抗している際。望むエネルギーを保ちたくても不安があると保てないこともありますよね。例えば実際に貯金が少なかったりすると、お金がなくなったらどうしようという気持ちでドヨーンと重くなり、
その不安に飲み込まれそうになったり、この重い感覚は宇宙の流れに抵抗していますよというサイン。私はいつも宇宙のエネルギーは常に幸福で豊かで至福に向かって流れていて、この流れに乗るだけで誰でも幸せな日常が送れるようになっているとお伝えしていますが、もしも辛い、苦しい、悲しい、不安といった重い感覚が出るなら、幸福で豊かで至福の流れに抵抗しているということです。私たちの望ましい5次元の状態とは、軽い、緩むといった感覚。5次元が整っている人は、ワクワク、ドキドキ、楽しい、嬉しい、安心、安堵といった感覚があり、体もリラックスしていて、心も軽い状態です。ですので、目の前の3次元がどんな状態であれ、軽い、緩むといった状態にアクセスを持ってこられるかが、現実を変えるポイントとなるのです。望まない世界があれば、望む世界も必ずある。私はこの世界のエネルギーには遊ぶ順番があると思っています。最初に望まない世界を見る。次に望まない世界を変えられるとしたら、どんな世界を体験したいと自分に問う。この望まない世界を見た後のどんな世界を体験したいという問いはとても重要です。もっとお金が欲しい、優しい環境を作りたい、たくさんの人に囲まれて楽しく仕事をしたい、ハッピーな経験をしたいなど、何でもいいのですが、このどんな世界を体験したいという問いを自分に問い続けることで、内側からの願いに気づけるようになるのです。なぜ問うことで内側からの願いに気づけるようになるかというと、この世界は陰の世界と陽の世界の両方が存在するからです。光と影の関係と同じで、太陽に照らされたら影ができるように、光と影は同時発生しています。ということは、望まない世界という影の世界を体験しているのであれば、同時に望む世界という光の世界もあるはず。つまり、どっちにアクセスしたいかだけなのです。ずっと影にアクセスしてきた人がすぐに光にアクセスできるようになるかというと、そこは訓練しかありません。でも、望まない世界を体験しているなら、必ず望む世界もありますから、私は望む世界を体験したいということを自分に許可して、諦めずにアクセスし続けてほしいのです。この考えがしっかり理解できると、目の前の望まない世界を見たときに、今影にアクセスしていると早く気づけるようになります。私はキラ久美子として仕事を始めたとき、ないない尽くしでした。パソコンを触るのは苦手で、オンラインでの仕事の仕方がわからない。ブログのアクセス数もない。人脈もない。お金もない。事務処理も苦手。ないにフォーカスすると絶対無理となってしまいますが、ここで私がしたことは、私は何をしたら楽しいかな？何にワクワクドキドキするかな？どんな世界を体験したいかな？にアクセスしたことでした。すると、オリジナルドレスを作りたい。化粧品を作りたい。本を出したい。アートで表現できたら楽しいだろうな。おしゃべりが好きだから話す仕事で稼ぎたい。など、夢をいっぱい抱えている自分にワクワクしてきたのです。こうして望まない世界から望む世界にアクセスポイントを変えていきました。こんな風に今望まない現実に重い気持ちになっているのなら、それは必要のない概念なんだということに気づき、望む現実にアクセスしていきましょう。陰があれば必ず陽がある。陰と陽、あなたはどっちを選択したいか、ただそれだけです。願いが叶わないエネルギー状態とは、どんな世界を体験したい？どんな世界を望む？と聞くと、楽してあれを手に入れるようになりたい。楽してお金が欲しいというふうに、何もせず楽して願いを叶えたいと話す人がいます。けれどこの世界では、何もせずに楽して望む現実を手に入れたいという願いは叶いません。
楽するというのはエネルギーに変化がないことだからです。自分に対してエネルギー変化を起こさないけれど、現実世界だけを変えたいというのは無理なことです。望む状態の5次元とは、ワクワクする、ドキドキする、ホッとするというふうにエネルギーに変化がある状態。例えば、車の運転免許を取り立ての時は、ドキドキしながら車を運転しますよね。チャレンジしてエネルギーが乗ったからこそ、慣れてきて楽に運転できるようになります。でも最初から楽を望むというのは、何もしないでいきなり運転ができるようになりたいと思うこと。つまり、自動車教習所に行かずに車を運転したいというのは、今のエネルギー状態のままなので、望む現実を体験することはできないのです。この世界を望む状態に変化させたいのであれば、エネルギー変換が必要だということ。何もせずに楽したいと思う気持ちがあるならば、今一度自分は何を体験したいか、何をしてワクワクしたいかを自分に問いかけてください。感情を引きずらないコツ。3次元で起きていることは全部過去のエネルギーなので、5次元のエネルギーをいいものに変えることが大切と話しましたが、望まないエネルギーを放ちそうになった時に我慢して抑え込むのは違います。ここを理解するには、感情と感覚の違いを知ることが大切。私は感覚とは今この瞬間に感じる点のことで、感情とは過去に味わった感覚を思い出している線の状態だと思っています。つまり、起きた出来事、点に対して紐づけたストーリーが感情です。湧いてくる感情を抑えることはできませんが、ストーリーは自分が作り上げているものなので、望むストーリーにするか望まないストーリーにするかは選ぶことができますね。つまり、自分がどんな感情を持つかを選ぶことができるのです。例えば、10年間付き合った彼とお別れするとなれば悲しいし辛いでしょう。それを、いや、悲しくない、辛くない、と言い聞かせるのは自分から湧き出る感情を否定している状態です。このような場合は、まず湧いてきた感情を感じきることが大切。ただし、その感情を引きずる必要はありません。なぜかというと、別れた現実が感情を作っているわけではないからです。例えば、現実の話かどうかは別として、彼と別れる前日に占い師さんから、2日後に運命の人と出会いますよ。そのためにも今回彼と別れることになるでしょう。と言われたらどうでしょうか。彼からひどい振り方をされたとしても、私が次の王子様と出会うためにこんなひどい振り方をしてくれたんだ。と思うかもしれませんよね。悲しくて辛い感情を引きずることになってしまうのは、彼と別れてしまったら私は一人ぼっち。このまま誰にも相手にされず寂しい人生を送るかもしれない。という思い込みがあるからであって、もうすぐ運命の人に出会えてもっと幸せになれると思ったら、たとえ今彼と別れても悲しくて辛い感情を引きずらずに済みます。とはいえ、やっぱり悲しいし辛い気持ちは湧いてくると思います。それはそれだけ彼に大切にされた、愛された思い出が自分の中にあるから。だからそこには蓋をせず、悲しい、辛いという感情に寄り添って感じきりましょう。悲しいのに、きっと素敵な彼に出会うためだ、と無理やり思い込もうとしても、エネルギーが拮抗してより辛くなってしまうからです。まずは今湧いてきている感情に寄り添って今の気持ちを感じきる。するとエネルギーが緩むので、緩んだ状態で、この3次元では彼とのお別れという現象が起きているけれど、未来はどんな王子様と出会えるんだろうといったエネルギーを放つのです。起きたことは悲しいけれど、人生という長いスパンで見たときにどんなワクワクの未来が来るんだろうという視点に切り替えられたら、放つエネルギーは変わりますね。5次元の世界はどんなに辛い出来事が目の前で起こっても、今この瞬間から変えることができます。ですから、嫌なものは嫌だし、
悲しいものは悲しいし、苦しいものは苦しい。その感情が湧くことを自分に OK してあげましょう。感情は過去自分が体験したデータ、もしくは未来そうなると信じているデータに紐づいて作り出されているものであって、思い込みによるデータに過ぎません。わざわざ辛いストーリーを採用して気分の悪い感覚を作り続ける必要はありませんから。湧いてくる感情は感じきった上で、その先にある未来に何を紐づけるか、ここをきちんと理解すると放つエネルギーが変わり、現実も早く変わっていくのです。この世界は3次元と5次元を切り分けられると、本当に面白い現実を起こしてくれるようになるのです。本書で紹介するのはエネルギーの世界のほんの一部です。しかし、この本でお伝えしたことやワークなどをやり続けることで、確実に現実世界の変化を感じていただけるようになると思います。ぜひ一つ一つ丁寧に日常の世界でチャレンジしてみてください。そしてエネルギー論深掘りシリーズ第2弾もお待ちいただけましたら幸いです。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？ほんの少しだけのご紹介なのに、エネルギーの世界の空気感を感じられますよね。本書はこれまでのエネルギー論、マネーエネルギー論では書ききれなかった情報、さらに深い秘密をワークとともに教えてくれるのですが、実はこれで終わりではないんです。本書は第1弾で、今後さらに解説書が増えていくという本自体がどんどん成長していく仕掛けになっているようなんです。これ非常に面白いですよね。テーマやポイントごとに展開できるから分かりやすくなりますし、もしかしたら読者の声を反映してコンテンツが変わっていくのかもしれませんね。まさにエネルギーのような変化をしながら楽しませてくれる一冊。そんな本書は現在 Amazon の読み放題サービス Kindle Unlimited に登録されておりますので、会員の方は無料で読めるんです。取り組み自体がユニークですし、その上内容もめっちゃ深いのに分かりやすい。皆さんもこの新しい体験をしてみましょうよ。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。